こんにちは。音楽爺さんです。今回は松濤山に中央線の上野原駅からトレッキングします。近くにある陣馬山にはちょくちょく行くのですが、道のりを覚えてしまって辛いところや滑りやすいところを意識しながら歩くようになり、楽しみ方が減ってきたので他の山を登ることにしました。あまり遠いところも日帰りできなくなるので、陣馬山の隣で笹尾根にある松濤山にしました。松濤山は標高990メートルの山です。早速中央線で上野原駅に向かいます。着きました。上野原駅の南口は近代的なビルの外観で、ベンチもたくさんあり出発準備に便利です。松濤山は徒歩で駅から歩くと遠いので、上野原駅から登山口の井戸バス停までバスで移動です。8時35分発なのですが、7時20分頃に着いてしまったので支度をしてトイレを済ませましたが、まだまだ時間があったので相模湖に流れ込む桂川に架かる橋からの景色を見てきました。すごく綺麗です。空が高くいい天気だったんです。バス停に戻るとびっくり、警察の人に呼び止められました。やばい格好をしているように見えたのかなと焦りましたが、前日の雨に注意してくださいと言われてほっとしました。警察の人が足を見ているので何かついているのかと思っていたところ、タイツのマークがおかしいと指摘されました。見てみるとなんと前後ろ逆でした。何か前に進まないと思っていましたが、前後ろ逆とは恥ずかしい。急いでトイレで履き替えました。しばらくバス停の椅子に座っていたのですが、暑いので日陰に移動していたらぞろぞろとバス停に並び始めました。すっかり1時間前にいたのにバス停の行列の真ん中あたりになりました。バスの中はあまり混んでいなかったので問題なく座れました。今回は上野原駅から井戸バス停まで乗りましたが、沢井入口バス停でかなりの人が降りていきました。ここからは高取山の登山口の最寄りのバス停のようです。次に岩立尾神社バス停でさらに降りていきました。残っている人もわずかになりました。ここからも松濤山につながっているのですが、今回は終点を目指します。井戸バス停に着きました。4名ぐらいが降りましたが、バス停で会ったきり途中で会うことはありませんでした。では出発です。のどかな風景を進んでいきます。鳥の鳴き声が響いて自然あふれる道を歩いていきます。鳥居が見えてきました。鳥居を過ぎると木々の中を進んでいきます。松濤山は東京都と神奈川県にまたがっており、富士野町15名山の一つです。左側に立派なトイレが見えてきました。鳥居とその奥に続く階段があります。階段は少し長くてきついです。しかし大木の合間を進めるのが気持ちよいですね。
苔が生えてそうな階段をひたすら登ります。油断すると滑りそうになりますので、気をつけて進んでいきます。郡谷神社に着きました。社の右側に剣がありました。武蔵、相模、甲斐の三国を守る神社で大和武の命を祀っています。戦国時代には軍神として崇敬されていたので、境内には数多くの刀の飾り物がありました。社の脇を通って奥の宮に進みます。途中、青々とした緑の合間を清流の流れの音を聞きながら進みます。かなり気をつけないと滑ってしまうぐらいの階段を上りながら奥の院に進みます。360度カメラできました。よろしくです。少し拝んで先に進みます。道なき道を進んでいきます。探検隊になりました。清流の流れが良いのですが、看板がどちらを向いているか分からず焦りました。あ、違うな。どう見ても。つづら折りの山道を進んでいきます。三国峠を進んでいきます。ちょっと表札を見ておらず、いつの間にか三国峠と気づかずに進んでしまっていました。
三国山に到着しました。山頂ですが、木々が生い茂っているので上を見ながら癒されています。さあ出発します。小東山の道標があったので階段を登っていきます。短いですがすごい急坂でした。辛い登りが続いていきます。登りがきつく、時間を忘れて無我夢中で登っていたのですぐに着きました。小東山到着です。見晴らしは残念でしたが気を取り直してすぐに下りを進んでいきます。ここを下ってよいのかと思うぐらい厳しい下りでした。少し縦走してすぐに上りです。小東山下山いて下山しました。ちょっと下りが厳しかった。こんにちは。お、でもここは空が広いですね。
茅丸の山頂に到着しました。ここからは富士山がきれいに見えました。伐採しているチェーンソーの音が聞こえます。しばらく撮影して出発します。気持ちいい重走が続きます。こんにちは。階段が整備されている上りに差し掛かりました。重走をして第五丸に向かいます。登ったり降りたりが続きます。
第五丸に着きました。背の高い木が多いので、上を向いて木漏れ日を楽しみます。陣馬山まで行って高尾山口まで出るぞと意気込みましたが、時間を見るとちょっと厳しいので、初の場所なので無理せずに第五丸から和田バス停に向かいます。このルートは歩く人がいないのか、ところどころ道が分かりにくく迷っていないかな。茂ってるような気がする。いや車道に出たので一気に歩きます。和田バス停に着きました。
って大丈夫ですか？陣馬山登山口のバス停を通過します。ここで乗る人は日中帯はいるんですね。次は中里町。中里